じゃ不気味度を魅力じゃ。今回はザ・ロボッツ氏が個人制作されているメガドライブ版のハルタイプのデモ版じゃ。以前にバージョン 1.2 を紹介させていただいたが、今回はバージョン 1.3 じゃ。どこが変わったか、その違いを見ながらプレイしていくのじゃよ。デモ版のロムデータはザ・ロボッツ氏のサイトよりダウンロードすることができる。レトロフリークなどの互換機やエミュレータでもプレイすることが可能じゃ。ちなみに今回もポリメガのパッチ機能を使ってプレイしていくのじゃ。ポリメガはロムデータを直接プレイできないので、前回と同様にハリマナダのパッチとして IPS ファイルを作成している。これをポリメガ内のストレージに保存し、あとはパッチとして適用するだけじゃ。なぜハリマナダなのかというと、R タイプと同じく最初の2文字で始まるからなのじゃよ。でも 1.3 の表示場所がちょっと変わっているな。例によってわしは最初にオプションメニューを開く流派なので、まずはオプションを開くのじゃよ。今回一番大きな違いはステージ6が追加されたことじゃ。そしてこのメガハルタイプの最大の特徴ともいえるマーク3版のオリジナルステージは SS 表記となっている。前回はステージ5となっていたが、それはそれでオリジナルのステージ5と混同しやすいからな。すべてのステージが移植された時のことを考えると良い配慮だと思うのじゃ。そしてリスポーンタイプのメガ、つまりその場で復活する形式について2秒間の無敵点滅が追加されている。これもその場復活にありがちな連続死を避けるためにも良い追加じゃな。バージョン 1.2 のデモ版を公開した後、様々なユーザーから出たフィードバックを取り入れ、いろいろと細かい部分にまで修正が加えられているのじゃよ。これもまたザ・ロボッツ氏のハルタイプに対する愛と情熱が感じられるのじゃ。前置きはこれくらいにして百聞は一見にしかずということで、早速プレイしてみるのじゃ。今回の変更点でわしが真っ先に良いなと思ったのは、ダメ攻撃ボタンで通常弾が撃てるようになったことじゃ。実はバージョン 1.2 では自動連射のショットボタン、ダメ攻撃ボタン、フォースボタンの3つとなっており、自動連射であるがゆえにショットボタンを長押しすることでダメ攻撃をするというアーケード版と同じ操作ができなかったのじゃ。今回ダメ攻撃ボタンで通常弾が撃てるようになったので、アーケード版と同じ感覚で遊べるようになったのじゃ。しかも手動での連射は自動連射より連射が速いということで、腕にこだわりがあるプレイヤーにとっては嬉しい配慮じゃな。
あとはコースやビットの当たり判定も修正されているとのことじゃ。確かにバージョン 1.2 ではちょっと当たり判定が大きい感じがしたので、それとは変わっていると感じるな。サウンドエフェクトの品質も向上しているらしい。わしはさすがにそこまでアーケード版やバージョン 1.2 との違いは細かくわからないが、詳しい方ならきっと気づくことも多いと思うので、ぜひコメントをお待ちしているのじゃよ。スピードアイテムを取ってもほとんど加速しなかったのじゃが、今回最大8レベルまで加速するようになったとのことじゃ。これはわしにも分かったのじゃよ。そしてこれが今回の目玉であるステージ6じゃ。グラフィックもアーケード版と比べても遜色のないレベルじゃな。ちょっと背景の明度がガラツで敵仲間とかが見えにくい時があるので、もう少し暗くても良いかもしれないな。アレンジ版の BGM も狂った感じでなかなか面白い。そしてすごいのが PC エンジン版で追加されたオリジナルボスがしっかり追加されていることじゃ。これは素晴らしい。せっかくなのでボスなしのアーケード版とボスありの PC エンジン版を選べるようにしてもらえたら完璧だと思うのじゃよ。
けの異色度を見せられると、ステージ2のコマンダーやステージ3の巨大戦艦がどうなるのか楽しみなのじゃよ。最近はファミコンやメガドライブのフォーマットでの新作タイトルが商業、同人問わずに作られるようになっており、いわば新作レトロゲームが盛り上がっているのは素直に嬉しいことじゃな。特にメガドライブは使用できる色数が少ないとか不利な点が多い。にもかかわらず、あえてこのフォーマットでゲームを制作する人が多いというのは独特の魅力があるということだと思うのじゃよ。メガドライブで R タイプをというのはメガドライブファンのロマンじゃからな。著作権的な問題はあるのじゃが、最終的な完成に向けて今後の進捗を楽しみにしているのじゃ。というわけで今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。